Dear GJSSC 広報セクションリーダーのあかりです。今回は国際日本学部の先生方にインタビューを行うシリーズということで、宮本博人先生にお話を伺いたいと思います。まずはこの動画をご覧ください。改めまして宮本先生、本日はよろしくお願いいたします。早速インタビューを始めさせていただきます。まずはじめに、先生は国際日本学部でどのような分野について教えていらっしゃるのか、また担当科目の具体的な内容についてお聞かせください。日本漫画史っていう漫画の歴史と、それからアニメーション文化のアニメーションをどういうふうに捉えたらいいのかみたいな、授業を講義科目としてやっていて、あとゼミが3年生なんですけど、アニメーション文化論で特に空間表現に焦点を置いて、作品を鑑賞するっていうのが印象に残っていて、このシーンはなんでキャラクターを煽りでカメラが撮っているのかだったり、空間の変異がなんで導入されているのかとかに着目して見るトレーニングしたので、私自身も作品を見るときに空間表現の特徴について考えながら見れるようになりました。日本漫画史はそれぞれ同じジャンルの作品であっても、作者が伝えたいメッセージによって描かれ方が全く変わっていたっていうのがすごい面白かったです。その描き方を変えることによって作者が本当に伝えたいメッセージが何なのかっていうのがこちら側でも汲み取ることができたので、やっぱり表現ってストーリー自体にすごい大きな影響を及ぼしてるんだなと授業を通して感じました。どう表現するかってすごい大事だと思うんですよね。同じことを言ってるんでも、やっぱり言い方で伝わり方が全然違うじゃないですか。ってことは、実は言い方に一番その人の考え方が現れてるっていうふうに捉えることもできるわけですよ。お話の内容だけじゃなくて、どう表現するのかっていうのがすごい大事なので、そこが読み取れるようになってほしいなっていうことを授業してますね。ありがとうございます。次に先生は授業として学生にどのような力を身につけてほしいとお考えでしょうか。自分が感動したという時に、自分がなぜ感動するのかとかっていうのを理解するっていうのは、与えられているものを自分自身で主体的に読み解く力につながると思うんですね。いわゆる広い意味でのメディアリテラシー、メディアを読み解く力みたいなものを持ってることが今の社会で生きていく上ではめちゃくちゃ重要だと思っているので、漫画とかアニメを通じて身につけているなと思っています。では次にゼミについてお伺いしたいと思います。宮本ゼミではどのような活動をしていて、ゼミ生の就職先の傾向などございましたらお聞かせください。ゼミはもうポップカルチャー全般研究していくことにしてまして、漫画アニメに限らず音楽とか映画とかファッションとかゲームとかアイドルとかについて卒論を書く人がいますので、国日は卒論必修じゃないんですけど、うちのゼミは卒論を必ず書いてもらうことにしていて、で、最後に卒論集を本にして出すっていうことを、してます。こんな感じでちゃんとした本の形にして、でこれを同時即売会で売るっていうことまでやるんです。なので、ゼミ生以外の人も読むっていう意識の中で書いてもらう。ちゃんと値段つけて売ってもらう価値のあるものをするっていう意味で書いてもらう。だから2年間通してこの卒論を書くっていうのが大きな目標なんですけど、途中でやることは結局自分で調べたことをプレゼントして、でそれについてみんなでディスカッションして考えを深めて論文の形にするっていうので、それで情報を集めて整理するのだったり、コミュニケーションするのだったり、全部世の中に出てから役に立つ力だと思ってるんですよ。なので、そういう趣旨で、ちゃんと卒論書くっていうのをやってまして、でプラス題材入れたりとか、ゼミに合宿したりとかやることがすごく多いゼミかなと思います。
で、就職先は本当にバラバラで、本当にいろんなとこに行ってまして、普通にその銀行とかメーカーみたいなところもあれば、うちのゼミなんでやっぱりコンテンツとかメディア系のとこに行ってる人も結構います。広告とか、システムエンジニアみたいなものになる人もいますし、本当に様々ですね。で、だから大事なのは自分がどういう仕事をしたいかを自分で見つける力を身につけるということで、そういうことに全部つながっていくかなと思います。国際日本学部のホームページ参照したときに、クールジャパンを科学するっていうフレーズがあって、なんかすごい印象に残った思い出があります。いわゆるハイカルチャーって言われる日本の文化とかを研究したりするところっていっぱいあると思うんですけど、なんかそれだけじゃなくて、今世界的に注目されているポップカルチャーを筆頭に、なんか好きなことを深く研究できるっていうイメージがあって、国日生にとってすごい魅力的なゼミだと思います。では次に国際日本学部についてお伺いしたいと思います。宮本先生にとって国際日本っていうのはどういう意味を持った言葉だと思いますか？国際っていうのはその視点の話で、日本っていうのは対象の話かなと思います。国際的な視点の中で日本を考えましょうっていう。で、その国際的な視点を身につける中で、アメリカの研究もするし、フランスのことも勉強するし、中国のことも勉強するっていうのが入っているっていうことだと思うんですね。で、日本のことを考えるって時に、他の国とどっかで比較しないと日本の特徴って分かんないはずなので、誰でも実は他の国を前提にして、他の国と比較しながら日本のことを考えるし、絶対その国際的な視野ってあるはずなんですよ。それをちゃんと意識して、自分はどういうその視野の中で日本なら日本を考えるとしてるのか、アメリカならアメリカを考えるとしてるのかっていうことを意識できるようになるってことが大事かなと思います。それでは最後に、こちらの動画をご覧になっている視聴者の方には、国際日本学部に興味のある学生の方多いと思うんですけれども、そういった方々に何か一言お願いいたします。このゼミの卒論集のタイトルってメディア&ポップカルチャースタディーズの頭文字を取ってるんですけど、でもこれマップって地図でそれが複数形になってて、これすごい言いたいところで、要するに卒論っていうのは一つ一つがゼミ生が書いた地図だと思うんですよね。だからその国際的な視野を持って日本のことを考えるということを通じて、自分が生きる世界の地図を自分で書ける力を身につけてほしいっていうのが、国際日本学部の、コンセプトかなというふうに僕は思ってるんです。なのでそういうことができるようになりたいと思ってくれた人は、ぜひこの学部に来てほしいなと思っています。私たち GJSSC の活動は、Instagram、Twitter、Facebook、ホームページそれぞれでご確認できますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。